はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、糖質オフのアルコールでも1.34倍も太ってしまう3つの理由についてお伝えしたいと思います。で、あなたは糖質オフのアルコールを飲む習慣があるでしょうか？やはりですね、ビールとか酎ハイであるとか、日本酒や焼酎などの糖質の多いアルコールは太ってしまいますから、お酒はやめられないけど、せめて糖質オフのアルコールを選ぶようにしているという方も多いと思います。しかしですね、実は糖質オフのアルコールでさえも痩せられないばかりか、逆に太りやすくなってしまうというお酒好きの方が肥満から逃れられない理由があるんですね。ですので、今回はこの理由とですね、太らないためのお酒の飲み方、付き合い方をお伝えします。この動画をご覧いただくことで、糖質オフのアルコールでさえも太ってしまう3つの理由と正しい対策が分かりますので、痩せて引き締まった体を作ることができます。逆にご覧いただかないとなかなか痩せることができず、反対に太ってしまい、病気のリスクまで上がってしまう危険性がありますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、糖質がですね、あるアルコールが太ってしまうというのは、さすがにあなたも知っていますよね。普通のビールであるとか焼酎など、このようなお酒というのは意外とカロリーが高くて、ビールの普通の缶ですよ。ロングではない、その普通の缶で、350ml の缶なんですけども、この1缶だけで糖質が11から 12g 含まれていて、そのカロリーは150キロカロリー程度になるんですね。で、またワインだとですね、小さいグラス1杯で90から100キロカロリー。日本酒は1合が200キロカロリーほどと、結構カロリーが高いものなんですよ。100キロから200キロカロリーで結構ありますよね。で、お酒を飲む方はですね、ご飯を食べないようにして、おかずとお酒であるとか、おつまみとお酒だけにしている方も多いと思います。で、ご飯のカロリーと比較した場合ですね、大人が使う普通のお茶碗があるじゃないですか。普通の大きいお茶碗。ちゃんと、三角です。下三角で、その三角、なんていうのかな。円錐状というのかですね。そういったその普通のお茶碗でですね、すり切りよりもちょっと少ないぐらい。もうぴったりすり切りじゃなくてですね、もうちょっと少ないくらいで 140g なんですね。普通量が 140g なんですよ。で、これがカロリーは235キロカロリーになるんですね。そして子供茶碗ってあるじゃないですか。お子さんが使うような小さいお茶碗ですよね。これにご飯をよそった場合、その量は 100g なんですね。で、カロリーは168キロカロリー程度になります。ですから、このようなそのお酒というのは、ご飯とほぼ同じくらいのカロリーを取ることになりますので、太ってしまうということが言えるんですね。だから、そのお酒のね、ロング缶程度であれば、大体大人のね、お茶碗の1杯分ぐらいと。そして、ビールのですね、普通の缶であれば、お子さんのお茶碗の1杯分ぐらいと同じぐらいの量になるということなんですね。カロリーになるんですよね。ですので、お酒を飲むし、ご飯も食べるという方は、ものすごい量の糖質とカロリーを取っていることになるんですよ。で、お酒からもご飯からも糖質を取ってるわけですからね。だからどうしても糖質の取りすぎになってしまいます。ですので、これですね、いわば炭水化物を食べるために炭水化物をおかずにしているような人と同じ状態なんですよね。もう糖質糖質みたいな状態なんですよ。例えばね、そのラーメンをおかずにご飯を食べる方っていらっしゃるじゃないですか。ラーメンライスって言いますけどね。で、あるいはですね、焼きそばをおかずにご飯を食べるとか、お好み焼きをおかずにしてご飯を食べるって方いらっしゃるじゃないですか。で、そんな食べ方をしている方を見るとですね、いや、そんな食べ方してたら絶対太るってわかるじゃんっていうふうに思いますよね。もうね、ひどい方だと、チャーハンをおかずにしてご飯を食べたりする方もいらっしゃるんですよ。もうそんなの見たら、そんな太って当たり前だよっていうふうに思うかもしれませんが、それをですね、そのご飯と、普通にね、そのお食事のね、ご飯と、おかずとご飯とお酒を飲む方はですね、それと同じようなことをしているような状態なんですよ。ご飯とお酒というのがね、炭水化物の炭水化物ではないんですけども、ほぼ糖質ですので、糖質の取りすぎになっちゃうんですね。
まあね、そのひどいという話をしたんですけども、私もね、以前結構こういう食事ってしていたんですよ。若い頃ね、健康にその興味がない頃は、無関心だった頃は、炭水化物を置かずに炭水化物を食べてることもあったんですよね。私結構昔は大食いな方でしたので、ラーメンライスももちろんしたことがあるし、焼きそばのね、カップ焼きそばにね、もう今だったらもう食べないですけどね、カップ焼きそばとかね。カップ焼きそばをね、半分作った後に半分開けて、そこにご飯を半分入れて、焼きそばとご飯食べるみたいなのもしてましたし、こういったね、その炭水化物さんの炭水化物ってよくしてましたね。ラーメンライスなんかね、理学療法士の実習中とかにご飯作るのがめんどくさいから、すぐ近くのラーメン屋さんに行って、ご飯、ラーメンライスをね、頼んで、そのラーメンとご飯みたいなのをよくやってましたね。ですので、ご飯を食べて、お酒を飲む方は、このような糖質を明らかに取りすぎっていうような食事をしているのと同じ状態なんですね。あるいはですね、毎日のね、ご飯の後に、毎回スイーツを食べる方とか、このような糖質を取りすぎている状態と同じことをしているんですよね。でもね、こういう話をしても、いや、それは糖質が多いから太るわけで、糖質オフのお酒だったらいいんでしょっていう方も多いんですよね。ですので、そう考えて、最近ですね、かなり増えてきた糖質オフのビールを選ぶ方であるとか、蒸留してあることによって糖質が入っていない、蒸留ってね、一旦そのアルコールを気体にして、そしてツツって冷やしてですね、筒の中を通っていって、こっちの方にポタポタとね、蒸留して落とすと、こっちはもうほとんど純粋にアルコールとですね、そして香りが残るわけですから、糖質は残されたまま、お酒をね、アルコールと香りを楽しむことができるという方法なんですよね。で、この蒸留してあることによって糖質が入っていないですね、ウイスキーであるとか、またそのウイスキーを使った、そのウイスキーを炭酸で割ったハイボールを選ぶ方が増えてきているんですね。ですから多くの方がですね、糖質を取りすぎると太るっていうことを理解して、対策をしてきているんですよ。しかしですね、それでも太ってしまう理由があるんです。そうなんですね。この理由が3つありますので、順にご紹介していきたいと思います。ということで、糖質オフのアルコールでも太ってしまう理由の1つ目は人工甘味料です。糖質オフのビールなどにはこの人工甘味料が使われてしまっているケースが非常に多いんですよね。で、甘いものを全てまとめて甘味料というんですが、甘味料は大きく分けると糖質系甘味料と非糖質系甘味料というものがあるんですよ。で、糖質系甘味料というのは糖質が入っているわけですから、砂糖をはじめとしてブドウ糖とか果糖、乳糖、キシリトールなどがありますが、これらはカロリーがある、糖質がある甘味料なんですね。これに対して非糖質性甘味料というのは天然甘味料であるステビアであるとかラカンカであるとか人工甘味料であるアスパルテーム、アセスルファム、カリウム、スクラロースなどがあります。これらは非糖質系ですのでカロリーがない甘味料なんですね。で、ビールを美味しくするためにはどうにかして甘みをつけないといけないんですよ。そうしないと本来のビールの甘みというのはなかなか出ないんですよね。というのも、もともとビールというのは麦から麦芽を作って、その麦芽から果汁を搾り取って、果汁を発酵させてビールにしていくんですよ。で、もともとの材料が麦、つまり炭水化物ですから、ビールというのは糖質が当然ながら含まれているものなんですね。で、この糖質をまるっとなくしてしまうと、糖質をオフにしてしまうと、ビールらしい味わいが消えて、薄いような、美味しくないようなビールになってしまうわけですね。ですから、ビールを販売する会社としては、美味しくないビールを作ったところでそれは売れるわけがないですから、どうにかしてこの甘みをつけていることをですね、隠して、でも甘みをつけるということをしたいわけなんですよ。そこで使われるのが非糖質系の甘味料で、特に人工甘味料が使われがちなんですね。で、この人工的に作り出された甘味料はカロリーはないんですけども、甘さはめちゃくちゃ強いものなんですよ。例えばよく使われているアスパルテームの甘さというのは砂糖の約200倍と言われています。そしてアセスルファムカリウムも砂糖の約200倍。で、スクラロースに至っては砂糖の約600倍と言われていますので、恐ろしいほどの甘さを持っているものなんですね。でもですね、いくら甘くてもカロリーがないんじゃ太らないんじゃないのっていうふうに思いますよね。でも実はそうではないんですよ。
確かにって思うじゃないですか。カロリーないんだったらね、なんで太るのっていうふうに思いますよね。太らないでしょうっていうふうに。だから今いろんな商品にね、人工甘味料で使われているんですよ。例えばそのジュースとかね、めちゃくちゃ人工甘味料を使ってますし、カロリーゼロのお菓子類とかね、ガムとか飴とか、こういったものにも結構人工甘味料で使われているんですよね。でも実はそうではないんですよね。これらの人工甘味料は研究の結果から他の食品と組み合わせることで血糖値を上げてしまったり、血糖値が上がらなくてもインスリンといって血糖値を下げる働きをするホルモンが出てしまってですね、そして中性脂肪を増やしてしまうホルモンがね働いてしまったり、糖尿病リスクを砂糖よりも大幅に高めてしまう危険性であるとか、その強烈な甘さから脳がですねこの甘さに依存してしまってやめられなくなる、離れられなくなるという中毒症状まであるということなんですよ。ですからカロリーはないのに太るし、糖尿病リスクも上がるし、やめられなくなるという恐ろしいものなんですよね。ですので、もしビールを飲む方であれば、糖質オフ、糖類オフというビールではなくて、普通にですね、その糖質が使われていて、人工甘味料が入っていないものを選んでいただいた方がいいんですね。というか本当のビールの方がいいですよね。またですね、もちろん太ってしまいますので、飲みすぎは厳禁ですよね。そして糖質オフのアルコールでも太ってしまう理由の2つ目は、アルコール自体のカロリーがあることです。で、お酒に入っている糖質のカロリーを気にされる方は結構多いんですよね。やっぱり太りたくないからビールと日本酒はね避けていますっていう方は多いんですよ。でもですね、アルコール自体にもカロリーがあるということはご存知だったでしょうか？アルコールにもカロリーってあるのっていうふうに思うじゃないですか。糖質でしょっていうふうに思いますよね。でも実はアルコールというのは全くのノンカロリーではなくて、純アルコール 1g あたり 7.1 キロカロリーのカロリーっていうのがあるんですよ。意外ですよね。アルコールもやっぱりカロリーがあるものなんですよ。ですから、例えですね、ウイスキーみたいな蒸留酒でね、私は糖質取らないようにしてます、だから痩せますって方もいらっしゃるんですけども、こういったそのウイスキーみたいな蒸留酒でその糖質が含まれていないものであっても、ノンカロリーということはありえないんですよね。これびっくりする方も結構多いと思うんですよ。で、じゃあですね、アルコールの量を減らせば太らないんでしょって思う方も多いと思いますが、実はですね、少しのアルコールでさえも体重が増えてしまうという研究報告もあるんです。で、これはですね、カナダの東オンタリオ研究所からの研究報告なんですが、この研究ではですね、アルコールのエネルギーが体重増加に関わるということについて調べるために行われました。その結果ですね、特に男性では分かりやすく肥満のリスクが上がってしまっていて、1日あたり缶ビールの半分程度の量からでも肥満であるとかメタボのリスクが高まるということが分かったんですね。で、具体的な倍率で言うと、1日にビールの 350ml の缶があるじゃないですか。このロング缶ではなくて短い方ですよね。その普通のですね、サイズの 350ml 缶、これの1缶から半分量を飲む方でも肥満のリスクが 10% 上昇するということが分かったんですよ。ビールをね、たった半分ですよ。これ飲むだけでも 10% 太りやすくなるということが分かったんですね。で、もしですね、この 350ml のビールを2缶以上飲む方では、肥満のリスクが 34% も上昇するということが分かったんですね。ですから、ビールの半分というごく少量でさえも太ってしまいますので、量を減らせばいいというわけではないんですね。で、そしてアルコール自体にもカロリーがありますから、やっぱり太ってしまうということが言えるんです。そして糖質オフのアルコールでも太ってしまう理由の3つ目は、食欲の暴走です。で、お酒を飲むと食欲が湧くという経験はあなたもしたことがあるんじゃないでしょうか。飲み会に行くとですね、普段は食べないような量でもいつの間にか食べ過ぎてしまって、飲み会の後はお腹がパンパンになっている。こんな経験は誰でもしたことがあるんじゃないかなというふうに思います。私もね、やっぱり結構経験があります。今まで過去にね。で、なぜかですね、その飲み会の時って食べ過ぎてしまうんですよね、やっぱりね。で、普段だったらとても食べきれないような量がね、テーブルにずらーっと並んでね、おい、これ食えんのかよみたいに思ってもですね、もういつの間にかなくなってて、ちょっとなんか逆に足りなくてですね、追加注文をして、それでもみんなでね、すぐにペロッと食べきっちゃって、また注文をすると。こんな経験ってありますよね。普段だったらそんなに唐揚げって食わないはずなのに、もうみんなもう争うように食べちゃってね、結構食べ過ぎてしまったと。でもまた、大皿にね、その唐揚げ頼んでもですね、またペロッと食べちゃうみたいな、こんな経験ってあるじゃないですか。
でアルコールでね、そのアルコールを摂取することによって食欲が増進するというのも、これも研究の結果から分かっている効果なんですよ。でこれはイギリスロンドンのフランスシリック研究所からの報告なんですけども、この研究ではですね、マウスを使ってアルコールを摂取した場合の食事量の変化を測定したんですね。でその結果、アルコールによって食欲を増進する脳の部分が刺激されることによって、明らかに食事量が増加したということが観測されたんです。ですのでアルコールを飲むことで食欲が暴走してしまって、意識しないうちに食べ過ぎてしまうというメカニズムがあるんですね。ですのでこの3つの理由からアルコールはですね、どうしても太りやすい飲み物だということが言えるんです。だからアルコールを飲む方であればですね、あなたはやっぱりですね、その痩せることが非常に難しいというか、逆に太ってしまうリスクの方が非常に高い状態だということが言えるんですね。ではですね、アルコールを飲むのであれば痩せること、太らないことはできないでしょうか。でアルコールをね、どうしてもやめられないと。いや、やめたくないんだと。もう俺はもうアルコール大好きだから飲まない生活なんて考えられませんっていう方も多いと思うんですよ。で私もね、整体院でそのアルコールを飲み過ぎている方にはですね、1日にそのアルコールのね、ビールのそのロング缶を1缶と、そして焼酎を2合程度飲むかなっていう方もいらっしゃるんですが、こういった飲み過ぎている方にはですね、アルコールはねと、そのがんになるし太るし認知症になるリスクも高まっちゃうから、やっぱりそのやめといた方が体にはいいですよねって話をするんですよ。でもですね、その飲まない生活なんて考えられませんっていう方が結構いらっしゃるんですよね。いやー、アルコールやめるのはちょっと難しいですって方が結構いらっしゃるんですよ。やっぱりこの毎日その仕事であるとか毎日が終わった後のアルコールでストレス解消したいという方が多くてですね、このアルコール飲む時間が好きとかアルコールが好きって方が結構いらっしゃるんですよね。でじゃあですね、アルコールをやめずに痩せるにはどうしたらいいんでしょうか。でそういった方はですね、まずはアルコールを飲む回数と量を減らせるように頑張ってください。で例えばですね、アルコールを飲む回数であれば毎日飲む必要ってないじゃないですか。いくらね、その楽しみなものだとしてもですね、それを毎日毎日取る必要はないと思うんですよ。やっぱり毎日取りたいとは思うんですが、この回数が増えるほどですね、いろんなリスクが上がってしまいますので、回数はできるだけ抑えたいんですよね。ですから、例えばですね、そのアルコールは週末だけの楽しみにするっていう取り方もありますよね。アルコールを飲んだ翌日って仕事の能力がめちゃくちゃ落ちるってこともね、研究の結果から分かっていますので、やっぱりその仕事の前の日っていうのは取らないようにして、例えば金曜日終わってね、土日が休みの人だったら金曜日と土曜日はアルコールを飲んでいい日にするとか、こういった週末のだけの楽しみにするとか、例えば2日に1回はね、その我慢する休館日にするとか、このように回数を減らす努力っていうのはした方がいいですよね。こうするだけでもですね、アルコールのその取る頻度を半分から3分の1ぐらいに減らすことができますので、結構痩せやすくなります。でまた量ではですね、ビールやチューハイを2本飲む方はこれはもう明らかに飲みすぎですから、1本にする方がいいですし、ロング缶を飲んでいる方であれば普通の 350ml にするとかですね、量を減らす努力を始めた方がいいですよね。であとはですね、私がお勧めしたいのはビールをですね、そのコップについで飲む方って結構多いと思うんですよ。そのコップについだ方がね、飲みやすくて美味しいから、私はコップについで飲んでますって方いらっしゃると思うんですよね。でもコップで飲むと飲みやすすぎてですね、どんどん進んじゃうんですよ。だから私がおすすめなのは缶でね、そのまま飲んでもらった方がそのちびちび飲みやすいと、その味わいながら飲みやすいんじゃないかなというふうに思っています。なので、もしコップで飲んでる方はね、ぜひ缶で飲む方もね、もう一度見直してみてください。で、様々な研究からですね、アルコールのリスクというのが証明されてきているんですが、ビール 350ml とロング缶の 500ml のリスクの差ってものすごく大きいんですよ。たったこれだけの違いなんですが、150ml の違いなんですけれども、がんのリスクであるとか、認知症のリスクであるとか、太ってしまうリスクであるとか、リスクが最大になるのが、だいたいビール 500ml とか 545ml ぐらいからなんですよね。
ですから、その 500ml 飲んでる方とかね、その 350ml を2本飲んでる方は 350ml1 本にしてもらうように量を減らしたりですね、アルコール度数を減らすっていうのも手ですね。で、今ですね、ビールでも他のお酒でもですね、ストロング缶といってアルコール度数が非常に強いお酒が売っているんですが、アルコール度数が多いほどカロリーを取りすぎになりますし、アルコールにカロリーがありますからね。ですからカロリーの取りすぎになりますし、食欲が暴走してしまいますし、酔っ払ってしまうとそのお酒の制限が効かなくなってしまって、飲んでるうちにね、もうどうでもいいやってなっちゃって、もう一本開けちゃうかみたいな方もいらっしゃるんですよね。ですから飲み過ぎの原因にもなってしまいますので、ストロング缶はね、やっぱり避けていただいた方がいいですね。ですので、アルコール飲む回数と量を減らすと、この努力をぜひ始めてみてください。で、その上でですね、行うことは、おつまみのカロリーを減らす必要があるんですよ。例えばですね、おつまみにスナック菓子を食べる方も結構いると思うんですよね。私も以前ですね、不健康な時には、毎日晩酌をする習慣がありましたから、その時期にはですね、ポテトチップスを毎日おつまみにしてビールを飲む習慣があったんですよね。もうお家にね、ポテトチップスを毎日の分ですね、たくさん買いだめしておいて、私が大好きだったのはプリングルズのサワークリームオニオンとか、小池屋のそのプライドポテトとかあったじゃないですか。海苔塩のね、めちゃくちゃ味が濃いやつがあったんですけども、それが大好きでですね、もう毎日毎日これらをそのおつまみにして、そのお酒のビールを飲んでたんですよ。その時は 500ml 飲んでましたかね。ですからビールとポテチの組み合わせがめちゃくちゃ美味しい、とても幸せを感じるという感覚はわかるんですよ。私もすごい共感できる部分なんですよね。いやでもですね、この組み合わせがその危険性がねやばいってことを私も気づきましたので、もうそれからもうさすがにやめましたね。これ続けてると、もちろんその時太ってましたから、もうこれ続けてると絶対痩せないし、体にもすっごい悪いなっていうふうに思ったんですよ。気づいたんですよ。添加物もものすごいし、塩分、糖分、脂質、この取りすぎの量がね、これはやばいなっていうふうに気づいたんですよね。だからもう私はもうやめました。これらのこういったおつまみ続けてると、その飲み方続けてると太るし、糖尿病になるし、心臓病であるとか脳血管障害のリスクも上がるし、すごいやっぱりリスクってめちゃくちゃ上がっちゃうんですよね。ですからもう私はね、もうこういった取り方はもうやめました。でもですね、たまにね、私は油断してもいいと思うんですよ。こういった健康情報をお伝えしてね、これは取らないようにしてくださいとか、これはやめましょうとかいうふうに言ってますけれども、たまに油断して、自分へのご褒美の日を作るのはいいかなというふうに私は考えてるんですよね。ですから私はですね、1年に2回ぐらいですかね、旅行に行く機会があるんですけども、その旅館に泊まった時だけは食べてもいい、油断してもいいというルールを作っていますので、今もうその時にね、取るぐらいですかね、ビールとそのポテチ系をね、食べてもいいというふうにしてるんですよ。なのでその時にはね、もう油断して、完全にもう油断してですね、食べるようにしています。その時はやっぱり幸せですよね。ですので、このような組み合わせというのはね、もう極力控えていただいた方がいいです。で、その代わりにですね、どういったおつまみを取ればいいかなんですが、糖質や脂質が少なくて、食物繊維やタンパク質が多いおつまみを選ぶようにしてください。で、例えばですね、枝豆であるとか、冷ややっこなどはもうこれは最強のおつまみですね。で、枝豆は食物繊維もタンパク質も豊富ですので、とても太りにくいおつまみですし、冷ややっこもタンパク質が豊富で糖質が少ないですので、脂質も少ないですので、かなり優秀なおつまみだと言えます。で、またお刺身もとてもいいんですよね。魚はタンパク質が豊富で、もちろん魚にもですね、その脂質は結構あるんですが、青魚の脂質というのはオメガ3脂肪酸といって太りにくくて、むしろ悪玉コレステロールを減らしてくれる油ですから、積極的に摂っていただきたいおつまみなんですね。で、あとはサラダなどのお野菜系とか魚介類とかナッツ類とか、こういったものがいいですので、ぜひあなた好みのおつまみを探してみてください。で、私の別の動画ではですね、アルコールを取ることによってどんなリスクがあるのかということについてお伝えしている動画であるとか、ストロング系チューハイの危険性について話した動画や、または人工甘味料についてのリスクをお伝えした動画などがありますので、次はこちらの動画をご覧になってください。
で、アルコールを摂る習慣、飲酒習慣は太るだけではなくて、あなたの人生を静かに壊していってしまう恐ろしい習慣なんですよね。ぜひ後でがんや心臓病であるとか糖尿病になった時にですね、後悔しなくて済むように、今からアルコールを摂る回数であるとか量を減らすように考え直してみてください。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。でまた今回の内容がためになったなと思っていただいたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。